ご視聴ありがとうございます。今回は沖縄県にある普通の鉄道のご紹介です。国内で唯一2本のレールを備えた鉄道がない都道府県ができた事情と街中に残る痕跡、今でも走る列車の正体に注目です。妙に速度が遅いのと設備がフェンスで防護されている理由とは一体何なのでしょうか。今回最初に向かうのは沖縄県那覇市近郊を走るモノレール、ゆいレールの坪川駅です。市街地の中心部からは少しだけ離れますが、真下には幹線道路があり、車の流れは絶えません。この駅を出て向かうのが、駅前の案内地図には緑色しかついていない、この場所です。地上に降り、シーサーが居座る郵便局の横を通り過ぎ、街中を進みます。目的地は、マンションの駐車場の横を通り過ぎた先、坪川駅から600メートル、坪川東公園です。だいたい30と40メートル四方のこの公園、Google マップでは敷地が緑色にすらならない広さですが、今回のテーマに関わるものが、この場所にあります。木の裏に隠れている線路。そしてその奥には機関車があります。線路は分岐で、奥で合流しているものの、横倒しになっているレールもあるなど、状態はよくありません。そしてその先にある機関車も、かなり老朽化しているのがわかります。先頭部には、加藤の文字。鉄道模型メーカーではありません。側面の蓋は外れ、内部の気孔もだいぶ朽ちています。運転席には入れるものの、メーター類はほとんどなくなっており、動かせるのはこのレバーだけ。その後ろには、もう一つの車両が。これはもともと蒸気機関車で、土台部分だけが残っています。この線路と車両がこの場所にある意味、それはかつて沖縄県にあった普通鉄道の遺構です。1902年、沖縄県南大東島でサトウキビ輸送を目的とした鉄道が開業。1910年には沖縄本島にも同じようなものが開業し、これらが沖縄県及び沖縄本島最初の鉄道と言われています。14年5月には那覇市内に路面電車が開業。沖縄本島初の本格的な鉄道でした。営業距離は 5.7 キロ。最初のうちは見込みを大幅に下回る輸送実績でしたが、17年9月に路線が延長され、後に経営は安定します。一方、明治時代に民間が建てた鉄道計画がほとんど実現しなかったことから、1914年、大正3年には沖縄県営鉄道の那覇与那原間 9.4 キロが開業。レール同士の間隔、期間は762ミリで、国鉄などで使われる1067ミリより狭いもの。これは軽便鉄道とも呼ばれ、設備が小ぶりで済むためコストが安いのがメリットでした。沖縄では軽便鉄道がなまって軽便と呼ばれ、人々から親しまれました。路線は順次増やされ、大正末期には沖縄県の鉄道は全盛期を迎えます。一方昭和になると、自動車との競争が激化。路面電車は開業20年ほどで廃線になり、残っていた路線も戦時中に米軍の攻撃を受けるなどして運行不能になっています。全盛期には 47.0 キロの路線を有した沖縄県営鉄道でしたが、戦時中の混乱もあり、運行最終日は定かではありません。戦後、アメリカ側に鉄道の復旧が申し入れられたものの、アメリカではすでに鉄道が衰退しつつあったことなどから実現せず、沖縄の交通は道路が主体になります。レールは50年代にスクラップとして転用されたほか、道路の拡張などで痕跡はほとんど失われています。一方、南大東島のサトウキビ輸送鉄道だけは、県内で唯一復旧し、83年まで残されていました。そしてこの場所にあるのが、公園を整備するときに出てきた線路で、モニュメントとして残されているものです。機関車は南大東島で使われていたもので、沖縄本島で保存されている貴重な機関車です。そして加藤というのは、この機関車を製造したメーカー、加藤製作所のこと。かつては国鉄にも機関車を収めていたメーカーで、大型トラックなどの普及によって機関車の売れ行きが悪くなると、60年代後半に機関車事業から撤退。ただしその後も建設機械メーカーとして存続し、上場もしている企業です。なお、駅舎は戦時中に大半が失われたものの、かつてあった与那原線の終点、与那原駅だけはコンクリート製の駅舎だったことから、大きな被害を受けたものの復旧され、役場や JA の支店として使われていました。そして JA の移転が決まった後、2014年に当時の駅舎が復元されました。
見た目をできる限り当時に似せた上で、周辺は綺麗に整備され、内部は資料館になっています。なお、ユイレールの本社の敷地にはユイレール展示館がありますが、感染症の影響で休館になっており、資料の一部がここに移されるそうです。建物の裏手には、かつて駅舎を支えていた9本の柱の土台が今も残っています。そして坪川駅の隣、旭橋駅の東側に立つ、この建物。1階にはバスターミナルがあり、商業施設などが上に載っています。ここはかつて沖縄県営鉄道の那覇駅があった場所で、この建物は再開発で作られたものです。そして駅と建物の間にもう一つの遺構があります。それが、かつて使われていた転車台。建物の建設途中に発掘されたもので、軽便鉄道だけあってミニサイズ。部分的にしか残っていないものの、夜間にはライトアップされ、横には当時をイメージした模型、そして外周部には沖縄県営鉄道時代の写真が掲げられるなど、当時の面影を存分に味わえます。沖縄県内唯一の鉄道であるユイレールを降り、次なる場所を目指します。ここはバスロータリーが併設されたおもろ町駅。そう、ここからバスに乗り換えです。ただし私が乗るバスはロータリーではなく道路脇に乗り場があります。ユイレールの軌道に別れを告げ、ひたすら北上します。那覇市近郊エリアは沖縄本島の南にあり、ユイレール以外の鉄道がない沖縄本島において、遠隔地への公共交通機関がバス頼みです。ユイレールにも複数の延伸計画がありますが、いずれも収益性に難があるため、計画は停滞しています。天気も良くなり、沖縄間全開の青空の下、沖縄間全開の海沿いを爆走します。寝てても目的地に行ける便利なバスですが、その一方、本数は1、2時間に1本。他の会社が運営するものも合わせればもう少し増えますが、バス路線はそこまで緻密ではなく、沖縄本島を網羅できるものではありません。今回は時間の制約もあり、途中でタクシーに乗り換えます。天気予報は一日中晴れでも、突発的なスコールに見舞われることがあります。車が冠水しかけるほどの大雨の中、目的地へ向かいます。タクシーで10分余りで着いたのが、ごつい見た目の外観が目を引く施設、その名もネオパーク沖縄です。エントランスに入ると、まずは注意喚起の看板が。感染症ではなく、鳥インフルエンザの注意です。ネオパーク沖縄は、那覇市から北東に50キロ余りの場所、名護市内にある87年に開園した施設。亜熱帯の気候とやんばるの自然を生かした自然動物公園で、広さは東京ドーム5個分。海外で生息するものも含め、多くの種類の鳥が展示されており、過去には希少な生き物の繁殖に成功したこともあるほか、かつては沖縄の至宝、ヤンバルクイナもいました。そしてこれらの場所は大きなネットで覆われており、鳥が敷地の外や他の鳥がいるエリアに逃げないようになっています。園内には全長1キロほどの周回通路があり、これらの生き物を身近に感じることができます。また、展示されているのは鳥類だけではなく、様々な生き物に触れ合うことができ、餌やりができる生き物もいます。そしてここにあるのが、その名も沖縄軽便鉄道。かつて存在した沖縄県営鉄道の路線をイメージしたものです。乗り場はエントランスの上の階にあり、生き物がいる建物とは別に、駅舎や資料室などを併設した建物があります。路線延長はおよそ1キロで、園内を20分ほどかけて一周します。名護市に沖縄県営鉄道の路線はありませんでしたが、乗り場は名護駅と名付けられています。なお、沖縄県営鉄道は運行終了から80年近くになるものの、今に至るまで正式な廃止届は出されていません。改札の様子がこちら。切符売り場はこの右側です。休日はおおむね30分に1本、平日は1時間に1本程度の本数で、朝10時から夕方5時までの運転です。ちなみに隣の資料室には、沖縄県営鉄道の歴史がわかる資料や、蒸気機関車の模型もあり、待ち時間は退屈しなくて済みます。汽笛の音が聞こえてきました。続いて SL 特有の音が響き、列車がホームにやってきました。ここからは先頭部がちょっとしか見えません。改札内に入ります。先頭の機関車は、あえて小さめに作っているようです。その後ろには石炭を積んだ車両があり、その後ろに客車がついています。客車は5両で、
前の2両は窓が閉められるタイプ、後ろ3両はカーテンを閉じるタイプで、今は雨が降っているので、前の2両に乗ることになります。到着した列車から降りた乗客は、後ろの出口から外に出ます。ホームはさらに後ろに伸びており、あと2両くらいは増やせそうです。そしてその先にあるのが、線内に2つある踏切の1つ。先ほどご紹介した周回通路との交差点のうち、平面交差になっている場所にあります。その機構は特殊で、普段は線路側がフェンスで閉じられていますが、警報器が鳴ると歩道のフェンスが閉じ、続いて線路を塞いでいたフェンスがバタバタと動いて歩道を塞ぎます。一般の鉄道によくある遮断機ではありません。そしてレールはこの幅。軽便鉄道だけあってやはり狭いのではなく、当時の762ミリよりも狭い600ミリ余りしかありません。762ミリで施設を作るのも大変なので、それより小さい4分の3程度のサイズです。ドアが閉められました。このドアは外からロックする方式で、内側からはロックを外せません。汽笛が鳴り、いざ出発です。発車するときにはガクンとした衝動がありますが、加速自体は案外スムーズ。そう、この機関車は電気機関車で、石炭で動く蒸気機関車ではありません。発車直後の様子を見ると、2本のレールのさらに横にあるレールに車輪が乗っており、時々火花が散っています。このレールは第三機場という架線の代わりに電気を集めるためのもので、先頭の機関車はここから電気を集めているほか、後ろの客車の電源もここから集めているようです。地上を電気が通るため、踏切から人が入らないように防護されているというわけです。国内でも初期の地下鉄などで用いられる方式で、それらの路線の第三機場にはカバーがかけられ、車体側は終電化と呼ばれる板状の部品で電気を集めますが、この鉄道では設備を簡素化するためか、第三機場がむき出しだったり、車両側の部品も車輪だったりと、いろいろ違いがあります。そして皆さんお気づきの通り、この乗り物は一般の鉄道ではありません。法的には遊園地にあるようなやつと同じ遊戯施設の扱いで、鉄道事業法ではなく、建築基準法の規制を受けます。これと似たような山奥にある SL を取り上げた動画もありますので、概要欄から見てくださいね。こちらは本物の蒸気機関車です。先へと進みます。速度は一向に上がらず、逆に下がっていきます。そしてこれが、この乗り物のポイントです。奥にある池は、先ほどのカットにあったもの。そう、この線路は池のほとりの高架橋で、先ほどの場所を見下ろせるのです。また、線路の左側には別の生き物の展示スペースもあり、線路の配置を生かした展示です。列車は要所要所で止まったり、速度を落としたりして、生き物の解説が入ります。1キロほどの路線を一周するのに20分かかるのは、この乗り物がそのような役割も担っているからです。列車は池の上に差し掛かります。ここは鳥の飼育スペースではないからか、周囲にネットはありません。ここでも一旦止まって生き物の解説が入るなど、こまめに減速して解説が行われます。乗務員は一人だけで、運転操作と生き物の解説、時々餌やりもしています。ここでは、頭数の少ない鳥たちが飼育されています。一瞬で通り過ぎないように低速で走りますが、上り坂の途中で停車すると動き出すのが大変なので、そうした場所では小刻みに加速するなど、電気機関車の特性が生かされています。見た目だけ SL というのは少し残念ですが、勾配が頻繁に変わる場所では蒸気機関車で低速を維持するのが難しいので、ナイスなアレンジです。この先では線路の周囲にフェンスが張られ、先ほどよりも厳重な作りになります。このフェンスがあるのは、鳥たちが列車にぶつからないようにすることに加え、線路に沿って電気が流れているのも理由のようです。線内唯一のトンネルを出た後も、しばらくは鳥の飼育スペースが続きます。相手が鳥だけに、広大なネットです。さらに先へ進むと、今度は視界が一気に開けます。鳥の飼育スペースはここまでで、ここからは一気に終点まで走る、かと思いきや、再び速度が下がります。向かって左にある赤い建物が、車両の整備基地。その手前にあるのが転車台。車両の向きを変えられるようですが、これはあくまで整備用で、逆回りでの運行はできないようです。そして車庫の横には、デゴイチの愛称で親しまれた蒸気機関車 D51 の姿が。
あれは実物の半分サイズで再現したもので、実際に走ることができました。ちなみに番号の754は名護市にちなんだものです。隣にあるのが私が乗っているのと同じ SL の1号機。以前はあれとデゴイチで運行していましたが、デゴイチが老朽化したため、私が乗っている2号機が今年3月に完成したというわけです。ネオパークが県内の専門家らと協力し、8割を県内で作った2号機、来園者の運転体験に利用する構想もあります。ちなみにこの右側は空き地ではなく、鳥たちのショーが行われることもあります。踏切の作動を確認するために速度を一旦落としてから終点に到着です。1周はおよそ20分、平均時速およそ3キロ程度で、歩いた方が速いスピードですが、園内の生き物の解説という目的を担っています。公的には遊戯施設とはいえ、沖縄県内を2本のレールで走る普通の鉄道。そして沖縄には、実は県内を結ぶ鉄道計画があります。これはユイレールの延伸計画とは別物で、2本のレールの上を走る一般的な鉄道です。那覇市と名護市を結ぶルートが中心に検討されているものの、まだ構想段階で、事業化の決定はなされていません。遠距離の移動はバス頼みの沖縄。ユイレールの最高速度は時速65キロで、長距離を延伸しても高速バスには勝てそうにないですが、高速バスに負けないスピードの鉄道ができれば、県内の移動は一変し、ネオパークにも行きやすくなりそうです。一方、ユイレールの開業後も那覇市近郊の渋滞が解消したわけではなく、与那原駅舎に向かう時に乗ったバスは15分ほど遅れているなど、公共交通のあり方には改善の余地もありそうです。ご視聴ありがとうございました。